はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。待って、何これ今までこんなんやってたっけ？ということで、今回もですね、前回に引き続き、この2階寝室の天井、石膏ボード張りをやっていきたいと思います。いやー、とにかくこの作業がすごい大変でして、もう先週もね、腕に乳酸溜まりまくって、もうパンパン。それに加えてうちの天井は梁があってかなりね難易度も高いんですよね。それでもですねこの寝室半分ぐらいかな、この梁よりも向こうは全て、貼ることができました。いいね、なかなかうまく貼れたんちゃうかなと思います。こっちの方もですね梁があったりだとか塚もありますね。そんなこんなでね大変になると思います。はい、だから今週中に何としてもね残りの半分石膏ボード張り終わらせてしまって一刻もね早くもう内装作業にかかっていきたいわけですよ。もうええやろ石膏ボードもでも前回でだいぶ容量はつかめたんでなんとかできるんちゃうかなという気がしてます。はい、ということで今回もね重力に負けず頑張っていきたいと思います。やってくれ。よっしゃ。今回もまたプラダンを使ってね型取っていきましょう。オッケー、カットしていきましょう。わら、オッケー。さあ一発でいくかどうか。よっしゃ、きた。オッケーオッケーオッケー。お、よし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 、綺麗にいきました。ってか全然隙間ないよ。よし、こっちもやっていこう。よっしゃ。よっしゃ。よし。よっしゃ。ちょっと隙間できたけどいいか。よし、オッケー、気はいきました。ここからはね普通に貼っていけるところなんで、よしパッパ貼っていきましょう。でここはちょっと割と広い面積で貼っていきたいね。だからこれ使いますよ、この突っ張り棒。これがね便利なんですよ。で事前にビスをねもうちゃんとつけとかなあかん。これ忘れたらマジ大変やから終わって。オッケー。オッケー。オッケー。完璧。よっしゃ。よいしょ。オッケー、完璧。
よっしゃ。オッケー。よっしゃ。こっち。よっしゃ。オッケー。よっしゃ。よしよし。ほんで次はまたこれ、ここがまたね、型取りゲージ使って貼っていこうか。よし。オッケー。で、前回、向こうのね、周りの石膏ボード貼りの際に、ちょうどボードの継ぎ目のところに下地を入れてなかったんですけど、ちょっと動画外でね、向こう入れました。はい。前回のここですね。ちょうど継ぎ目のところ、下地入れたんで、ビス打ちできました。で、こっちもやね、こっちも。はい。ビス止めできてます。で、今回もここ、ちょっと動画外でも事前にね、こう下地入れてます。しゃ。さあ、どうだ。ああ、やっぱ当たる。やっぱ当たります。どうだ。オッケー。オッケー。ここは複雑な形よ、ほんま。オッケー。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。ここ狭いからやりにくいわ。マジで。よっしゃ。オッケー。よいしょ。どうだ。あれ、ちょっと待ってくれ。どうしたらいいね。もうどうしたらいいのこれ。どうしたらいいか。こうしたらいいね。こうか。ちょっと。ほら。オッケー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 。よいしょ。よいしょ。どうだ。帰れ。来たやん。これだ。来た。よし。これでもう一回外して、これダウンライトの穴開けなく。じゃあ。ちょっと待って。助けて。なんでこうなってまう。なんじゃこれ。ちょっと。待って。よっしゃ。オッケー。オッケー。来た。やっぱり回数重ねれば重ねるだけ上手くなっていきますね。先週よりも今週の方がスムーズにいくもん。よっしゃ。よっしゃ。ここもダウンライトが一つあります。よっしゃ。
ケー。あー、ラスト1列だけや。よし。よっしゃ。オッケー。オッケー。よっしゃ。オッケー。行きました。寝室全部天井ついた。いいね。で、残りね、向こう、ウォークインクローゼットの方も、天井張り残ってるんですけど、あっちに関しては、もう面積がわずかなのと、もうこれ以上ね、もう皆さんも天井作業見てないと思うんで、もうちょっと動画外で向こうはやりたいと思います。いやー、でもとりあえずね、ウォークインクローゼットを除いて、寝室は全部天井つきましたよ。なんとかやりきったな。いやー、2週間にわたる地獄のね、天井石膏ボード張り終わりました。やった。なんとか乗り越えた。いやー、ほんまに最初これできんのかって思うぐらい、特にね、そういう梁の際だとか、こういうつかまわり難しかったんですけど、結果としてなかなかうまく貼れたんじゃないかなと思いますね。いやでもマジで冗談抜きで、うちのこの天井貼れたら、もう他大概の天井貼れるなって気がします。マジで、うち以上に複雑なとこってなかなかないと思うんで、だからそう考えると、プラダンと型取りゲージ、とにかくこの2つ使いこなせたら、どんな壁であろうが天井であろうが、問題なく貼れるっていうことです。はい。今回のね、石膏ボードが貼れたので、まだボードビスのね、パテ埋めとかが残ってるんですけど、もうそろそろ、壁紙を決めてもいい段階やと思うんですね。なのでまた近々福岡のショールームの方にね、壁紙を見に行きたいなと思います。はい。ということで、今回の DIY はね、ここまでにして、ここからは春のね、お花見の様子を皆さんにお届けしたいと思います。今年もね、いつもの会場、そしてね、ぼっちでのね、お花見なんですけど、徳とね、田舎の春を、堪能しました。それでは、その様子をご覧ください。どうぞ。はい。ということで、今年も毎年恒例のね、お花見をしていこうかなと思います。これは、天井作業よりも前撮りなんですけど、今ね、何しか天井作業がすごい大変でして、とにかく時間もかかるんですよ。そんな中でも、季節を感じたいと、お花見したいなということでね、今年もやっていくんですけど、結構ね、毎年手の込んだお弁当を作ってたんですけど、ちょっともう時間がないんで、今年はもうパッと作れるもんにしようかなと思います。ということで、今年作るお弁当がですね、一つがワンパンでできる BLT サンドイッチ。で、もう一つが、バズレシピのリュウジさん考案の月見バーガーサンド。これがね、結構簡単で美味しそうやったんで、早速やってみましょう。よし、ほんならまず BLT のから作っていきましょう。これはね、確かね、前もね、一回似たようなの作った気がするんですよね。これが本当にね、簡単で美味しくて、めちゃくちゃおすすめ。一時ハマってこればっかり食ってた時期あったもん。フライパンにバターを溶かします。まずベーコンから焼いていきます。軽くだけ焼きます。軽くだけ。軽くね。で、ここに溶き卵を流す。でベーコンと卵をね、固めちゃいましょう。BLT にプラス卵やから BLTE ですね。で、ここに半分に切ったパンをこう並べると。で、ある程度卵を焼くと。で、ここからが肝心。ひっくり返すんよ。これがね、ちょっとね、技術いります。まず、ほっと。ここに乗せといて、
ほんでこうこうおー、危ないこういうことですよ。で、裏面パンもちょっと焼きますと。で、ここにレタスね。レタスをこういう感じで、チーズもここにこう乗せちゃう。余熱で溶けるでしょ。レタスをがっつりいっちゃおう。これぐらい。マヨネーズを。味付けはマヨネーズだけ。これぐらい。んで、最後、トマトをちょんと並べて、で、最後これを折りたたむと。こういう感じ。はい。いいね。完璧やん。ちょっと皆さんにこの断面を見せたい。じゃん。超簡単。ワンパン BLT サンドの完成。はい。とりあえず1個目、BLT ができましたということで、次はね、リュウジさん考案の月見バーガー。作っていこう。これがね、まあワンパンでいけるっちゃいけるんですけど、これはね、何工程か踏まなきゃいけないんで、さっきよりかはちょっと難しいっちゃ難しいですね。ということで、まずソースから作っていきます。で、ソースはもう簡単。もうオーロラソース。マヨとケチャップを1対1。もうケチャップがほぼないな。これジャンキーなやつはね、味が濃い方がうまいっすもんね。いや、僕ね、リュウジさんの動画好きで結構見るんすよ。すごいっすよね。超簡単やのに、うまいっていう。マジで一家に一人リュウジさんみたいな人欲しいですよね。これもベーコン使います。いやー、うちもほんまに早くね、キッチン欲しいですよ。満天青空レストランもええけど、そらキッチンで作りたいよね。そら。でもまあ今日みたいなね、天気がいい日は外でね、料理するのもなかなかいいですよ。キャンプみたいな感じで。それこそまだこのキャンピングカーで車中生活してた時代は、もうずーっと毎日キャンプ飯作ってましたからね。あの頃が懐かしいわ。ほんで両面いい感じで焼き色ついたら一回ね、こっちにのけておきます。よいしょ。OK。ほんで次は目玉焼きを焼いていきましょう。月見なんでね、当然目玉焼きいりますよ。よいしょ。いやー、それにしてもほんまに1年過ぎるの早いですね。もうだって今年4月よ。早ない？もう4ヶ月経ったん。ついこの前年明けた気すんねんけど。年々もう早く感じるわ。こないして1年1年ね、置いていくと思うと怖いですね。でやろうな。まあ、固まってきたね。よし、これぐらい止めとこう。よいしょと。はい。卵もこっちに一回揚げておきますと。はい。あっち。ほんで、パンも焼いとかなあかんかった。しもた。ちょっと、狭いけど、いっちゃえ。パンに関してはね、オーブンを使うっていう手もあるけど、すべてこのワンパンで済ませてしまいたい。よし。いいでしょう。いいね。よし、こっからほんならメインとなるハンバーグですよ。美味しそうなハンバーグが売ってたんで、これ使います。OK、let's go! いいね。もうすでにめっちゃいい匂いする。いやでももうこんなしてさ、ハンバーグも焼くだけの状態で売られてるわけですよ。便利な時代ですよね。よし、ちょっとハンバーグを蒸らしていきましょう。タビちゃん、気持ちいいか。日向ぼっこはええけど、暑いやろ。タビ。よし、中まで火取ったっぽいですね。オッケー。んで、ここにチーズをのしとこう。よいしょ。はい。こんな感じ。よし、これでまあ下準備は OK よ。あとはもう挟んでいくだけ。クッキングシート。ちょっと長めに、これぐらいして、一回こうパンを置いて、まずソースをパンにべちょーって塗っていきます。こんなんね、味濃ければ濃いほど美味しいですから。はい。OK。ほんで、ちょっと一回、1枚だけ真ん中に置いて、ベーコンを、敷き詰めるわけですよ、4枚。わ、めっちゃ贅沢じゃない？やば。で、ここにハンバーグをドンといっちゃうわけですよ。ドンと。いいね。ここに、これ、卵。こうしようか。で、最後、このパンで、蓋をする。こうしようか。蓋をする。簡単でしょ？めっちゃ簡単なんですよ。ここからね、まず、端と端をね、こう持つわけですよ。で、まず、一回折ります。ギュイッと。
で、どんどん折っていく。こういう感じで。こういう感じで。はい。そしたら、これを、ここを三角に、こう、内側に折る。こっちも三角にこう内側に折る。で、これを裏に巻き込む。こっち側も同じね。ここを三角に折ります。ここも三角に折ります。はい。これを裏側に巻き込みますと。はい。ほんで、これで真ん中に包丁を入れるんですよ。で、運命の瞬間、パッカンをします。いきますよ。よっしゃ。さあ、断面がどうなってるか、運命の瞬間です。いきます。じゃん。おー、やべえ。なんとまあ、美しいこと。素晴らしい。見てこれ。うまそうすぎる。やばー。やば。めっちゃ熱なってきた。まここいつ来てもね、貸し切りやばくない？めっちゃいいよね。ここらめっちゃいいんじゃない？ここらね、ここにしましょう。ちょっとね、道路脇なんでたまにブーンってね車の音はするんですけど、そこはまあまあご愛嬌で。あとそこのおっちゃんが今日耕してはるわ。幸運期の音も聞こえると思いますけど、まあそこもご愛嬌で。でレジャーシートがないんで、毎度おなじみのこのね車のサンシェード、これをレジャーシート代わりにします。これがいいんですよ。まあぼっち花火なんでね、格好なんて気にしません。今年もぼっち花火です。ほら見て、ここちょっと待って、やばくない？後ろほら菜の花もあって、えぐい、めっちゃいい。皆さんもお花見しましたか？今年どうでした？そう、なんかね、今年はけったいな具合に九州、九州っていうか大分かな、その中でも僕が住む地域はこの桜の開花がめっちゃ遅くて、多分他より1週間ぐらい遅い気がする。ここ最近ずっと雨降ってたじゃないですか。それでもうなんか東京とか大阪の方は桜だいぶ散ったって言ってたんですけど、うちらのとこなんかまだ全然開花してなくて、3月末とかでどういうことっていう。でも植物ってすごいですね。毎年忘れず必ず咲くんですよ。今年は咲かんかったなーなんていうことはないですからね、桜に関しては。やばい、テンション上がって喋りすぎてまうな。まあ一旦無駄話はこの辺にしてサンドイッチ食べていきましょう。これね、どうでした？やばいでしょ？めっちゃ良くなかった？どうしよう。まず BLT の方からいこうかね。ちょっとこれ映ってるかな。さっきからこの桜吹雪がねすごいんですよ。えぐい、ここマジでいい。さっきからもうケツメイシの歌が頭の中に流れてます。ヒュルリーラって言って、僕音痴なんですよ。はい。うわ、すごいすごい。ちょっと待って待って。ちょっと待って。今。ちょっとやばいやばいやばい。今やばいやばいやばい。ほら、桜吹雪ピーク来てる。ヒュルリーラー。音痴すぎる。ちょっとやばいやばいやばい。すごい。ちょっと待って。やばい。これ映ってる？ちょっとすごい。やばいでしょ。はい。で、まずこちら。これね。BLT。気になるお味の方はいかにということで、早速いただきます。豪快にいこう。やばい、うますぎる。すげえ、ガチや。マジでその辺のサンドイッチ屋さんに負けてへん。うわー、また桜吹雪だ。うわーマジ最高。ここ最近で一番の幸せ感じてる。これ最後一口でいっちゃおう。口の中をサンドイッチでパンパンにしてる時が一番幸せかもしれん。で、大好きなね、このマウントレーニの緑のやつ。これめっちゃ美味しい。エスプレッソのね、香りが最高なんですよ、これ。これ。めっちゃうまい。はい。次がこちら。これ。うわー、やばいよ、これ。ほらー、えげつない。このビジュアル。まずこの黄身のどっさり入ったところから豪快にいっちゃいます。いただきます。
待って、マクドや。うめえ。なんならマクドよりパティはでかいからこっちの方がうまいかもしれん。いやマジでリュウジさんすごいよ。あなたは天才だ。でこれに関してはパン1枚を半分に切ったんじゃなくて2枚こう挟んでるんでめちゃくちゃボリューミーです。食べ応えやばい。あ、それでね、実は昨日嬉しいことがあって、昨日は日曜日やったんですけど、毎週日曜日は動画アップする日でもあり、僕にとってのオフ日でもあるんですよ。で、僕がいつも行くスーパーがあって、そこにね、いつものように行ったんですよ。そしたら、お会計の際に、高弘くんって話しかけられて、で、僕はもう、ってなって、僕オフ日やったからね、それこそヒゲも剃ってへんし、超もうだるぎでスーパー行ってたから、うわ、やばい、こんなとこ見られてしまったっていう感じで、帽子かぶってたから、ちょっと帽子を深くこうかぶり直して、最初はね、とか言って僕とぼけたんですよ。高弘くんですよね。いつも見てますって言って、女性の方やったんですけど、話しかけてくださって、当然ね、こうやって視聴者さんに話しかけていただけるってすごい嬉しい反面、やっぱりね、すごい照れくさいんですよ。なんや言うても僕なんてもう普通の一般ピープルなんでね、いつも見てますとか話しかけられると、もうどうしていいかわからん。あたふたしてしまう。いやー、未だにあの感覚慣れないですね。でも最近そういう感じで話しかけられるその機会が増えて、いやほんまにね、ありがたい限りです。たかだかね、登録者5万人程度ですけど、見てる人がおんねんなと、改めて感じさせられましたね。やば。だいぶ腹膨れてきた。もう半分あるけどちょっと食べれそうにないな。これはちょっと持ち帰りたいと思います。はい。また家で食べます。もう結構腹パンなんやけれども、じゃん。デザートは別腹よね。三色団子。好きや。もう和菓子がね、めっちゃ好きなんですよ、僕。最近ね、めっちゃ食べたい和菓子が一つあって、関西の方やったら皆さんご存知だと思うんですけど、赤福ってあるんですよ。伊勢のね、名物なんですけど、赤福餅。で、この前、もう食べたすぎて、ネットで撮ったろうと思って、で、公式のオンライン販売で、一番小さいやつで800円。で、その次のサイズで1200円とか売ってて、これは買いやな思ってポチろうとしたら、配送料が800円もかかるんですよ。商品と同じ値段の配送料かかるんですよ。こんなアホなことあらへんわ思って、もうそれはもう断念したんですけど、何しかも赤福が食いたい。でもお花見にはね、この三色団子ですよ。見てこれ。綺麗。あ、ちょっと待って。こうして。4色団子。しょうもねえ。はい、いただきます。最高。もうね、この何のあんも入ってないほのかな甘みのお団子。もう美味しいよね。めっちゃうまい。でもさすがに3本は食えへんわ。ちょっと1本で我慢しておきます。これも帰って食べます。ごちそうさまでした。最高。それとね、もう一個ね、僕にとって嬉しいイベントが一つ控えてて、それが今週の日曜日。だからこの動画が上がってる日ですよ。福岡で格闘技イベントのね、ライジンが開催されるんですよ。それをね、見に行ってくるんですよ。僕実はね、もう格闘技が大の大の大のファンでして、もうボクシングからキックボクシング、総合格闘技、何でも僕見るんですけど、で、僕にとっても初めての格闘技生観戦やから超楽しみなんですよ。もう今それをモチベに頑張ってます。でそのライジンがあって、他にもね4月と5月はもう格闘技がもう激アツな月でして、5月にはねボクシングで井上尚弥対中谷潤人っていうね、もうこれね日本のボクシング史上一番のビッグイベント。もうすごいことなのこれ。日本にはこれまでね歴代偉大な世界チャンピオンいっぱいいました。その中でも井上尚弥選手と中谷潤人選手、この2人はねもう物が違うんです。もう別格なんです。でその別格の2人がついに激突するんですよ。やばいよこれ。本当にこの先これを超えるビッグイベントはないです多分。ってぐらいやばい。すごいんやから。でもそれもねもう超楽しみなんですよ。4月5月やばいな。血は筋肉踊るな。ちなみにね僕は格闘技しないですよ。はい、僕はもうヘボヘボですから。というか僕はね人をねどつける性分じゃないんですけど、人がどつかれてるの大好きなんですよ。ちょっと聞こえ悪いですけど、でももう格闘技の残酷さもうたまらないんですよ。だからこの動画が上がってる頃には僕はもう福岡向かってて、多分絶叫しまくってると思います。
声からして、まあ格闘技を全く見ない人からしたら何の話やねんっていう感じだと思うんですけど、まあ僕はたまらなく格闘技が好きなわけです。はい。まあ無駄話もこの辺にして、そろそろ動画をね、終わりにしましょうかね。まあたまにはね、こういうおしゃべり動画とかもいいですよね。まあ一刻も早くね、もうオンエア仕上げてしまいたいんですけど、根詰めてやりすぎると、それはそれでね、もう精神的にしんどくなってくるんで、時にはね、こういうまあお花見して、心をリフレッシュしたりだとか、ライジンを見に行って、こう闘志をね、燃やしたりだとか、そういう時間もね、すごい大事なんちゃうかなと思います。はい。皆さんもね、人生楽しまれてください。ということでね、今回の動画はこの辺で以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。